まずですね、これのホイールの起源からお話ししますと、実はもう20数年前、ロシアのディスモンドという会社で製作発売しました。その発売した理由っていうのは、バネ車の軽量化っていうのは、走行において、ブレーキもそうですし、コーナリングもそうですし、加速もそうですし、すごく走行にとって有利に働くんで、いかに当時は重量を軽くして走るか、そしてレースに参戦するかということで最軽量を目指して作っていたんですね。ただその数年後にロシアの工場が閉鎖することになりまして、そこで一旦この SW388 は販売終了になってしまいました。でそこからそうですね、もう最近、十数年にわたって多くのユーザーからこの SW388 をなんとか再販してほしいという要望がありまして、今度はですね、もうメイドインジャパンにこだわって単映車で鍛造をして復刻することになりました。で今ではサイズでいうと15インチから19インチ N1 からシビックまでいろんな車種対応できるようなサイズラインナップができてます。ただですね、当時のその20数年前のホイールの強度基準っていうのは今に比べたらはるかに低かったんですね。なので軽量化するのも簡単って言えば簡単だったし、それに見合う強度はそこそこで、車検も通るし一般的に流通ができてしまった。ただ現代のホイールの強度基準っていうのは当時から比べるとはるかに高くなってまして、この VIA という基準に通過するためには軽量化はするんだけど、今度強度を出すのははるかに難しくなってしまう。そこで、私たちはやっぱり軽量化は軽量化でしたい。だけどどうやったらその強度基準を上回れるかっていうところでいろんな手法で強度アップを図ってます。でその中の、簡単な例で言いますと、例えばここの、リブの部分ですね。ここオーム断面と弊社では言ってるんですけども、ここは、軽量化しつつも実は強度アップにすごく貢献している。そういった、各部最新の技術を投入して軽量化しながらも強いホイールを目指して作っております。で実際に FL5 のレースカーもこれずっとレースで毎線使ってますけども、それも問題なく使えてます。であとは FL5 でいうと18インチでいうと1本あたり純正ホイールに比べて5キロ軽量化になるんで、1台分でそれだけで20キロも軽量化できるんですね。そこはレースだけでなく一般のユーザーにとってもこれだけで20キロ軽量化できるっていうのはすごく嬉しいことではないかなと思います。あと、強度アップという意味でご説明したいのが、ちょうどこのハブ面ですね。ハブ面を見るとここで段差が、足でいうと土踏まずみたいなへこみがあるのが分かると思うんですけども、これ一見面が出てないんで逆にここ強度が出ないんじゃないのって言われる方多いと思うんですけど、実はそうではなくて、これ実際のところ欧州車の純正でも採用されているパターンが結構あるんですけども、ここをへこますことでハブボルトを締めると逆にここのハブ面の強度が平らより強度が出ることが判明してます。で実際の破壊検査でもこの溝があるのとないのとではあった方が破壊クラックに対しては結構強いと、こういった強度アップを図りつつ軽量化を図るっていうのがこの SW388。細かいところで言うとこのブラックアルマイト、実はこれも軽量化に影響してまして、
普通に塗装するよりもアルマイトの方が少しでもやっぱり軽量化になるんですね。ですので先ほども言いましたけども、ホイール4本だけで20キロ軽量化できるので、比較的簡単に軽量ができる、アイテムじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんいろんな車種に対応しているんで使ってみてください。